こんにちは、レイユット開発の K です。今回の動画はですね、WPL のラジコンの動画になります。以前からですね、ちょこちょこお伝えしている通りですね、この春に長野に引っ越して、で、実家の倉庫をですね、仕事場にしている関係で、倉庫のすぐ外にですね、畑があるんですね。で、基本的にこの畑の管理は、僕の両親がですね、やっているんですけど、サブチャンネルでもお伝えしている通りですね、僕もたまに、もう本当に簡単な作業ですね、水やりとか、草取りとか、簡単な作業は、手伝ったりしてるんですよ。で、そうなるとですね、畑のパトロール用のラジコンが必要になるなということで、結構前々からですね、その畑をパトロールする用のラジコンを作りたいなと思ってたんですよ。で、今回ですね、いよいよその車両のビルドをですね、始めていくんですが、せっかくすぐ横に畑があって、いじってすぐ走らせるみたいなことができますので、で、もちろんその動画を撮るっていうことですね。それが非常にやりやすいので、マシンをだんだんとカスタムして、その改造をですね、進めて、で、かつ、ちょっといじったら畑、パトロールがてらですね、走らせてみて、みたいな。で、その走りの違いちょっとわかる、みたいな。そんなようなですね、動画が作りやすいなと思ったので、このマシンの成長する姿をですね、お届けできたらなと思ってます。こっちがいじっていくやつ。いじっていくやつっていうかもう、パーツは全部つけてあるんですけど、で、こっちがですね、いじって、今回の動画ではこっちがいじったやつで、こっちがノーマル状態っていうので、ちょっと走り比べみたいなこともできたらなというふうに思ってます。じゃあ、一旦、こっちですね。こっちの車両をどんなカスタムしたかっていうのを、簡単にご紹介させていただいて、で、それぞれですね、もう動画が、取り付け方みたいな動画は上げてありますので、それは概要欄に貼っておきます。もし、その詳しくそれぞれのパーツを知りたいなっていう方は、よければそちらも見ていただければと思うんですけど、ちょっとこの動画ではもう取り付け済みで、こんなのをつけてますっていうのだけ紹介させていただきます。もうこれは定番中の定番って感じかなと思うんですけど、まずメタルアップグレードパーツセットですね。この辺が金属になってますと。このプロペラシャフトも含まれてますね。あとは C34 用のメタルリンケージセットもすでに組んでます。ここですね。これで、このホーシング、足回りですね。この辺が一式メタルになってカチッとしますよと。で結構これ重要だと思うんですけど、カチッとするだけじゃなくて、その性能面だけじゃなくて、見た目ですよね。見た目も結構質感が向上して、かっこよくなるんで、かなりおすすめなんですけど、特にメタルアップグレードパーツセットはお値段も結構するんで、っていう方多いとは思うんですけど、これは本当におすすめです。もう、ちょっと組み付けも結構大変なんですけど、これを組むことで、いろんな性能面でのメリットもありますし、見た目だったり、所有欲が満たされるっていうんですかね。この、俺のマシンメタルになったぜみたいな、そういう満足感もあると思いますので、すごくおすすめなんで、一応定番カスタムということで、メタルアップグレードパーツセット、メタルリンケージ、あとこれもすごくおすすめなんですけど、これですね。このタイヤがソフトタイヤプラス中にホイールウェイトを仕込んでありますという形になりますので、今回4つですね。メタルアップグレードパーツ、メタルリンケージセット、ホイールウェイト、あとはソフトタイヤ。で、今回は V4 をつけてます。で、今回それ以外は特にいじっていなくて、もちろん実際走らせてみてですね、もっと良くしたいなってとこが出てきたら、また徐々にカスタムは進めていくと思うんですけど、今回はまずその4つをつけて、で、走らせてみるというところで、もうここからですね、実際に走らせてみたその様子ですね、見ていただければと思います。はい、じゃあここからですね、畑です。でこっちがノーマル状態 C34 の1になっちゃってるんですけど、ちょうどノーマルの C34 がなかったので、若干重さの違いがあるかなと思うんですけど、ちょっとそこはご容赦ください。一応ルーフが小さくて上が軽めっていうのはあると思うんですけど、ドライバーがこっちは乗ってるので、
同じぐらいかなみたいな違いますよね。違いますけど、まあこっちの方が例えば傾いて倒れやすい倒れにくいみたいなところで言うとちょっと有利、むしろ有利ぐらいだとは思いますので、まあ、それに対してこっちですね。こっちが今回カスタムを進めていく方で、前半でお伝えした通り4つのカスタムパーツを付けましたっていう状態で、ルーフがこっちの方が大きいんで若干不利ではあるんですけど、そのホイールウェイトを入れているとかメタルアップグレードパーツセットをつけているとかっていうので、重心が低くなってるよねっていうのがあると思いますので、その辺ですね、どんな感じなのかなっていうのをちょっと見ていただければと思います。まずはこの平坦なところですね。平坦なところを走ってるんですけれども、まずこのちょっとした凸凹のところを走ってるだけでも結構なんかこの動きの重厚感みたいなのが違うのが分かっていただけるかなと思うんです。結構こうズシンズシンっていう感じがしますよね。いわゆるバネした重量って言って、そのバネよりも上がすごい重いっていうわけではないので、そこまでこうズシンズシンっていう動きの違いはないんですけど、それでもバネした、ホーシングだったりとか、あとはタイヤホイール、ホイールについてるウェイトですね。ウェイトの大きさ、大きさじゃないや、重さですね。重さの違いがあるっていうだけなんですけど、結構この緑色の C34 の1の方はぴょこぴょこしたなんかポコポコポコっとした動きだと思うんですけど、こっちの方がグレーの方ですね。グレーの方が結構動きがズシズシズシンズシンっていう、なんかそういう感じかなっていうのが分かっていただけるかなと思います。で続いてこれがネギですね。ネギのうねって言って土手みたいになってるところを使ってちょっとこう倒れやすさみたいのを比べてみようかなっていう動画です。こんな感じで斜面が斜めになっているので、当然車体が横に傾いてロールですね、ロールして、でこの感じですね。こうやってやっぱりノーマルの方が重心が高いというか、そもそも全体的にすごい軽い状態になりますのでちょっと起こそうとして起こせないぐらい、この斜面でですね、こう横に転びやすい状態なんですけど、こちらですね。こちらがウェイトを、ホイールウェイトつけて、さらにメタルアップグレードパーツセットがついてますので、下側ですね、車体を横から見て、半分から下あたりがですね、すごく重くなってるので、重心が低いという状態になるんで、こんな感じでですね、倒れにくい感じになります。でもノーマルもこれいけましたね。こうなんかノーマルだと全然ダメかっていうと全然そんなことはないんですよ。こう頑張れば全然いけることも多いんですけど、やっぱり、重心が低い方が有利は有利ですね。こんな感じで結構粘る、倒れそうかなっていう時に粘る、転ぶ時は転びます。今転んでました。でもなんかこういうような状況でいけるかなっていうところでいけたみたいなことはやっぱりウェイト乗せてた方が、乗せるというかホイールにウェイトがついてた方が、有利かなと。ホイールウェイトだけじゃないですね。メタルアップグレードパーツセットも下の方がだいぶ重くなるので、その両方ついてるっていうのがやっぱり結構大きいですね。で続いてこれが、ソフトタイヤの違いっていうところもちょっと見ていただけたらなっていうので、撮影したんですけど、ノーマルだとこういうちょっとブロックを置いてみたんですけど、今引っかかりが悪かったところを、これはフロントタイヤがちゃんと引っかかってもりっと登ってったのが分かると思うんですけど、こんな感じですね。ノーマルだとちょっとスカスカスカっとこういう角ですね、引っかかりが悪くてこれちょっと空回りしちゃいがちなんですけど、ソフトタイヤで柔らかいんで分かりますかね。この角にちょっとプニッとタイヤがへこんでちゃんと食うんですよね。あとは
車体がちょっと重めで、しっかりトラクションがかかるっていう違いもあるとは思うんですけど、タイヤが柔らかいことによって、ここですね、角にちょっとプニッと引っかかって、これ分かりやすいかなと思って何度かやってるんですけど、角にタイヤがちょっとプニッってなるんですよ。でちゃんと食ってモリモリっと上がっていけるみたいな、そういう違いがソフトタイヤにすると出てきます。これまたノーマルですね。こんな感じで結構空回りしやすいんですよね。引っかかりが悪いというか。ただ頑張ればまあ大体いけることが多いんですけど。でこれがそう回転の半径ですね。これはノーマルでちょっと目印にブロックを置いて、そこから思いっきり右に切ってどれぐらいで回っていけるかみたいな。メタルアップグレードパーツセットにするとステアリングがですね、いっぱい切れるようになるんですよ。いわゆる切れ角がアップするっていう状態なんですけど、さっきのに比べてここからですね、いっぱいに右に切って旋回していった時に結構違いますよね。車体1台分ぐらい違うと思うんですけど、これがノーマルで、こっちがカスタムして切れ角が上がってますよの状態ですね。はい。で続いてその切れ角が上がってることによって、もちろん小回りがより効くようになるっていうメリットがあるんですけど、僕のこれは個人的なメリットでかっこいいっていう、これ分かりますかね。今もそうなんですけど、正面から見た時にこう旋回していく時に、フロントタイヤがすごい切れるんで、車体はほぼ前から見てるのにタイヤの側面がめちゃめちゃ見えるっていう状態。これがですね、個人的にですけどね、好きなんですよ。あんまり切れてないとこれぐらいしか見えないですよね、タイヤの側面が。ですごい切れると、これですね、この切ってグッ、これかっこよくないですか。僕だけですから正面から見た時にタイヤが切れてて、タイヤの側面が見えるのがかっこいいっていう、そういうメリットがあるかなと。はい。というわけで、今回ですね、畑用のマシンの制作をスタートしたので、まずその最初のカスタムを見ていただきました。今後もまたこんな感じで、このマシンに関してはちょこちょこ動画でお伝えできればなと思います。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。